本物だ。いろんな意味で本物ですね、今もそれで多いですよね。多いね。で今は関東のあそこのことなんだろうなって考えるね。ああ、それぐらいの規模感なんですね、なるほど。ホームレスとかになっちゃう、ならざるを得ない人もいるだろうしね。普通の職業にもう戻れないですよね。戻れない戻れない。組み抜けしたいんだって相談を受けて、組み抜けさせたことがあったんだけど、でもそのものがねもう1年経っても、事務所に電話してくれ。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな、お前。まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これでそうですよ、警察に探られちゃう。伊達さんはまだ出てこないのかな。伊達さんは極みで初、あ、そうなんだ。極みで多分初対面だったんで、この時はいないんじゃないですか。人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。まあ警察としてもね、組を潰すためにっていう形で捜査することもあるけどね。そうですよね、もちろん。でこういう心配してることが本当になってしまうことはある。まあ法律はちょっと違いますよね。そうだ、暴対法の適用がないから、使用者責任とかさ、そこまではいかないから。親さんが殺にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。親さんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり摘発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しい者が殺にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かっていや、3人の若頭補佐の一人、クゼの兄貴。クゼって言ったら出たよな。クゼの兄貴がおやっさんを殺に撃ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いづいてる。火のないとこになんとやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そっか、そうだな。分かった。俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまねなんかいいですね。俺は今みたいな話に加わったこともちろんないよ、ないけど、なんかでもなんとなく信憑性があるようなね、会話だよね。ですね。実際に起きてそうですよね。さっき通り過ぎましたね、公衆電話。あった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 。どこにでもありましたからね、電話ね。結構公衆電話どこにでもありましたよね。あったあった。こんなボックスがなくてもね。でもなんかすごいですね、こんなに貼ってあったんですね。いや、こんなもんじゃないよこれ。あ、本当ですか。外から中が見えないぐらいあったって。へえ。僕の田舎にはよかった。なかったかな、電話ボックスそのものが。桐生だ。そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか。あ、はい。クゼの兄貴に言われまして。桐生さん、すぐ事務所までお越し願いやす。実は風俗好きな射程いたじゃないですか。あいつもいないんですかね。田中だっけ、なんだっけ。あいつもでも桐生たちはこれだけ若いってことはいない、まだいないのかな。あ、これは区役所の裏。そうですね、区役所の裏ですね。それは分かったよ。また僕売ってる。たまに古い場所でこういう機械がまだ置いてあるの見かけたりしますよね。
今ねコンビニが多いからね。そうですね。あ、子宮ってこういうふうに書くんですね。そうだね。へえ、面白い。 X516417 子宮恋だね。恋恋じゃ恋。むろ虫、わかんない。うん。それ470円だもんな。うん。道場会直系。堂島組組所。あ、ここ初めて出てきましたね。前回は出てこなかった。前回は普通道場組普通のなんか、ビルの一室みたいなところでしたけど、規模が昔は大きかったってことですよね。でも作りからして本当にヤクザの反社の事務所っていう作りだったね今ね。あ、本当ですか。塀が高くてさ。ですね。扉もなんかすごい厚く見えるな。マンションの一室なんか使ってる事務所なんかはね入り口結構厚くしてたよね。ああ。本物だ。いろんな意味で本物ですね。はい、小沢さんですね。偉くなったもんだな。おう、キリ。申し訳ありません。クゼの兄貴。こんな昼間から東島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由わかるよな。カムロ町で見つかった死体の件ですが。やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。なあ、クゼの兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったがな。たかが30万程度の小競りの取り立てで本性が下手打つとも思っていなかっただろうからな。はあ、ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ仇をやっちまったっつうことはどう幕を引くかだが。ちょっと待ってください。俺はジタバタすんじゃねえ。安心しろ。仇ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えばことは収まる。入れようとしてるねこれ。なあ、殺しの方はそれでお上と手打ちするとして。お上って警察と言うんですね。あの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。あの場所ってどういう意味ですか？だよな。そうですね。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おいゲリア、おめえよりによってなんであの場所でやったんだ。まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。場所が問題があるんですね。おやっさんの指示ってなんでおやっさんの名前が出てくるんですか？聞かれたことだけに答え
なんであの場所を選んだ？頭の指示じゃねえのか？あ？それにチャカはどこで手に入れああ、剣術疲れてんだ。じゃあ違いますね。た？頭から渡されたのか？チャカ、一体何の話をしてるんですか？俺は銃なんか持ってません。この後に及んで白を切るつもりってか？見つかった下は痛めつけられた後、とどめに頭を打たれていた。札はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話？だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしいやたら、本物に見えるよね。お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。間違っても俺は銃を撃ったりはしていません。と言ってるが、この渋沢って人は話分かってくれそうなね、なんかね、そんな感じだよね。感じですね。てめえみたいな下っ端はめて誰が得するってんだ？おうキリ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ？金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから。少し冒頭吉川さんも言ってましたけど、ああいう空き地ないって言ってたじゃないですか。だからあの空き地がなんか、だからあそこになんか物を建てる計画があって、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっていうのは事実だ。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよ、クゼな兄貴。答えは一つだろとりあえず桐生無所に行くしかない入れようとしてるっていう感じありますよね。何何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその空の一坪を手に入れろとな。空の一坪。針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一坪の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で堅気の死体が見つかった。あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。なあ。それがおやっさんとどんな関係が？あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ
何にも知りませんでしたって感じだな。じゃあこの人たちが桐生をはめたってわけじゃないだね。だからあそこに死体を置いて拳銃で殺害したのが桐生をはめようとしてるってことですね、誰か。だが組の一大事に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しちまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。ああ、でも風間のこと嫌いっぽい感じもありますね。それで俺も殺しはやっていません。逆にこの警察の調べるよりもきついかもしれないね。警察だったらある程度証拠も加味してくれますよね。この人たちはもう話だけですもんね。それと縁故詰めときゃ、お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。でも極みでは恋人ありましたもんね。これ正面がコマか。そうです、正面コマですねこれ。今から行くのがコマの横の方にあるのかな。コマがあって、あった、ここだ。入っちゃいますか。俺が来んのは堂島組の桐生一馬だ。東国クレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来た。今の一言で喧嘩を売りに来てるもんね。そうですね。ありませんよ、桐生さん。じゃあお前ら半殺しにして青木にさせてやる。この人数相手にあんた一人でか。こっちはいい加でも減これ勝手に行動っすよね、国からしたら。そうだね。でも暗黙の了解があったっていう感じだね。シンプル。あっという間に100万円貯まりましたね。信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ？今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた？あんたの目的は何だ？おい、近づくな。分かった。全部話す。だからちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。
ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ？その人は、あ、このドラマだとここで殺害されるんだよな。ですね。うん。クゼの兄貴。まさかあんたが俺を。何の話だねえ社長さん。桐生、お前何やってんだ？あ、殺に実するように言ったはずだろう。寝ぼけたことやってんじゃねえぞ。ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか？この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。俺この状況でよく吸えますよね。うん。タバコってさ、相手とのやり取りの時のアイテムなんだよね。うん、昔はほら取り調べの時はタバコ吸えたけどさ、それによってね、容疑者相手とこう近づいていくっていうのも方法だったしね。いやでもこの腹割って話してえと思ってたからよ。おめえと錦山孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか？拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。桐生、お前風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にするや俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報？ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組手の将来を俺が約束してやる。あの人まさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員25000の登場会、その直系堂島組でのし上がったと。今もうそれ多いですよね。多いね。で今は関東のあそこのことなんだろうなって考えるね。ああ、それぐらいの規模感なんですね。なるほど。さあな、ただこの話を蹴りゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方選べ。だが返
時は今だ。どっちだと思う？この彼氏いや風間は裏切らないんじゃないですか、さすがに。そうだね、俺もそう思う。うん。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃね喧嘩売りましたね。何？えよ。俺のこともおやっさんのことも。あんたは何も分かっちゃいねえ。ガキがこの俺を敵に回すのか？本当にその覚悟があんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうが。ちなみにこれ何だと思います？ちょっとこれわかんないな。 X マこれ X はなんか文字を伏せてるのかな、そういう意味の X なのかな。あ、これコマね、コマ。コマですね。コマ脇の公衆電話で。だからそれは覚えてるな。公衆電話の場所までさすがに覚えてない。さすがにですね。でもよくボックスじゃなくてね、ポンと立ってるような公衆電話あったよね。ポンと立ってるよ。あ、うんそれで、うんなるほどなるほどなるほど。で当時はテレホンカードのあ、あれが多くてねテレホンカード日本のねね。ありましたね。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。中学生の頃テレホンカード1枚持たされてました。ああ、やっぱり。うん。なんでお前そんなとこに？あの後ろに銀紙貼ってさ、無限に使えるようにしてんだよな、あのイラン人の方ですね。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。そうだからその手加えた低音カードが結構横行しててさ。悪いこと考えますね。事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ。だがいろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。分かった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前殻の一つぼって聞いたことある。ああ、これがポイントなんだね。さっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんはやっぱ歌舞伎町とかだったら一坪でもすごい額になるんですかね。いや場所にもよるだろう、あの歌舞伎町の中でもね。うんでも単純に額が高いからとかそういう感じじゃなさそう違うね。でしたね。あ、ここの蕎麦屋さんだよ。この前話してる。行楽でしたっえ？け？行楽そばでしたっけ？なんかあ角っこのそば屋ですよね。そうそう。ここでね、俺蕎麦食って酔っ払ってたよ。蕎麦食って、この並びにカレー屋さんがあるんだよ。ね、蕎麦食って出てきたのに、あ、なんか腹減ったなって、隣のカレー屋で食ったことある。そのぐらい飲んでたよね。で、俺よく酒飲んだ人がさ、水飲むじゃん。あれできないんだよ。じゃあここまで俺はお酒入ってるから。でも入れたらきついじゃないですか。いやでも食えた。それは大丈夫。ご飯は食べれたと。で今この先にマックがあるけど、その上がカプセルホテルで、そこでよく、あ、このルナールは今もあるのね、この上。今もあるよ。ルナールのこの通り側に座ってると、こうずーっと見てるとね、人の動きが見えるんだよ。なるほど。見張りポイント。今と違うな。フグ料理すごい。街並み見るだけでちょっと面白いですけどね、このゲーム。なんか。何これ。世界のなんとかクラブ読めない。事務所探してんね今。事務所今これ目の前に来ました。風道会館が確か。ビデオ喫茶。はい。
冷麺食べて、冷麺だな。柏木さん冷麺好きなんですよね。おう。よう桐生、早かったな。すいません柏木さん、お手間かけさせるような真似しちまって。あのはい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったかは大方予想がつく。久世のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです？殻の一坪で桐生が死なせたって死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。それもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久世と何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争っているってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。おやっさん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け錦山。それより久世の話に出た殻の一坪だ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。ええ、柏木さんは詳しくご存知なんすか？ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発、やっぱりそうだな、再開発絡むんだよな。堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょ。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があるんだ。だから持ち主が誰かだよね。そうですよね。殻の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一坪まだ誰も手に入れてないんですか？所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億？たった一坪の土地が？ああ、殻の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。久世はその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやっさんが握っていると言っていました。風間のおやっさん、買うためにも持ち主知らなければ買えないからね。ですよね。いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしても久世はその情報をおやっさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか？桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで後見人の親父もけじめを迫られる。まあ、風間は無所にいるからまだいいですけど、
クゼが殻の一坪手にして若頭になってみろ。奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねあのおやっさんが波紋。破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。そこなんだよね、自一番ね。殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。ホームレスとかになっちゃう。ならざるを得ない人もいるだろうしね。普通の職業にもう戻れないですよね。戻れない。こいつの疑いだからそこの部分もシステム、社会のシステムの見直しをしなきゃいけないところなんだよね。真犯人をそうですね。足洗った後どうするかっていうのがないと洗うに洗えないですもんね。クゼが真犯人を握ってる以上俺もね、組み抜けしたいんだって相談を受けて組み抜けさせたことがあったんだけど、でもそのものがね、今1年経っても警察官の職務質問を受ける、結局自分は反社だって見られてしまうんで、まあ泣き入れてきたって言うんじゃないけど俺に相談してきたんだね。それはなかなか難しいですね。警察官も偏見で人を見るっていう人も中にいるからね。でもね、一度反社の道に入ってるってことは、その人のせいで泣いてる人は誰かいるわけですから。でも入ったのが悪いんだけどね、もともとね。俺はおやっさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうなんだろうな。どうするんですかね。正直そんなに頭が回るタイプじゃないですからね。いや結構切れると思うよ。本当ですか。まあ悪知恵っていう部分も含んでね。いつもなんか拳で解決してるイメージが。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。無理だよ。ちょっと無理だな、あなたはね。完全に染まりきっちゃってるからな。今回の一件、とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせる。何言ってんだ。杯もらって3年そこらのヤクザが5体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦。これから組の事務所に行く。ふざけんなって。お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生。錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえなめたこと言ってんじゃねえぞ。あ？俺の言うことが聞けねえのか。ああ桐生。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんな許してください柏木さん。錦、車頼む。これで入っていきにくいよな。ですね。この状態で。
柏木さんもね、いい人なんだってことはわかるんですけど。長い間お世話になりました。でも柏木の方もある程度桐生はこう動くだろうなっていうのは察しがついてるかもしれない。そうですね、確かに。でもそこから先じゃある分は見守ってやろうって気持ちもあるかもしれない。どうですか、今日は飲んで帰りませんか。兄弟、お前が組を抜けると言ったってクゼの野郎がそれを許すとは限らねえ。何が起きてもおかしくない。覚悟を決めておくんだ。行こうってことは認識も一緒に行くんだな。はい。分かった。乗れよ。4車線道路なんてないだろう今。高速。いや高速でも4車線ってないな。確かにそう、4車そうですね。あっちの、高速ね、首都高じゃない高速ね、にはあるかもしれない。あ、学生の頃の2人か。なんでだよおやつ。俺らの道は俺らが自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろ。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。桐生、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って肩で風切って周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。施設上がりの人間は夢を見ることも許されねえってのか。なあ、今お前何考えてた？何もぼーっとしてただけだ。俺はよ、いつだったかおやっさんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。今桐生が見てたのもそれ同じこと、同じことですね。思い出してるもんだと思ってたよ。本当に親友だったんですね。海には変わらねえな、兄弟。なんかこの未来を知ってるじゃないですか、我々は。だからこの2人が道をこう違えるっていうのがなんかすごいですね。そうあってほしくないと思うよね。本当です。